はーい、哲也です。今日はね、韓国での不買運動に見る3つの問題点について考えてみたいと思います。先日ご承知の通りね、日本政府は韓国に対する輸出についてね、規制を強化する方針を発表しました。その内容についてはね、すでに皆さんご承知の通りだと思いますので、ここでは繰り返しません。いずれにしても、そうした日本政府による規制強化というね、新たな動きに対して韓国内では大きな波紋が広がっているようですね。先日もソウルにある日本大使館前でですね、大きなデモが起こりましてね、大使館前にホンダとかユニクロとか三菱などのねロゴが入った箱が並べられてね、それをみんなでねガツンガツンガツンってね、踏み潰すという、パフォーマンスが、行われた模様です。またですね、あるスーパーなのかな、これあるお店ではですね、日本製品を全て撤去して、その撤去した棚にですね、安倍総理の写真がポップみたいな表示としてね貼り付けられてるわけですけども、その顔がですね、ヒットラー風にアレンジされてるんですよね。ひどいことをするやつはこいつだってなことなんでしょうかね。このようにね、韓国でのその不買運動のあり方を見るとね、ちょっとね、日本では考えられないちょっと疑問をね感じますよね。皆さんそう思いませんか？私はね、これ3つのね問題点があると思うんですよ、ね。まず1つはね、冒涜主義っていうのかな、こういう言葉あるかどうか知りませんけども、相手の国民がですね、大切にしているもの、あるいは相手の国民のリーダー、相手の国民にとって権威あるもの、それをですね足毛にしたり引き裂いたり焼いたりね、落書きをしたりというようなね、普通に考えたらちょっと冒涜とね言わざるを得ないような、行動に走るというね問題点が一つあります。二つ目はですね、時代主義ですね。これ日本に対してはこういうことをやるんですけど、中国に対してこういうことをやったでしょうかって話なんですね。サードの配備を決定した後にですね、サードが置かれるね敷地が、ロッテの所有する敷地だったということでしょうか。中国にあるそのロッテの百貨店がね、百貨店等がですね、事実上その封鎖に追い込まれたとかね、あるいは先日もサムソンの看板が撤去されたとか、なんかそういう事件がありましたよね。それに対してこういう運動が起こってるかって全然起こってないんですよ。時代主義、いわゆる強いものには従うと、弱いものはいじめると。そういうところがちょっと垣間見えますよね。当然中国っていうのは軍事力も強いですけども、韓国から最もね製品を輸入してくれてる国ですからね、頭が上がらないということなのかもしれませんけれども、ちょっと日本に対する対応と中国に対する対応全く違うというところが見えますね。それから3つ目の問題点はですね、ご都合主義ということですよね。これだけ日本の製品はダメだと、買ってはいけないと、不買運動を展開するんだとね、激しくやってるわけでしょ。その裏でですね、なんと着々と日本企業に就職している若者がね、いるわけですよね。かなり多くね。日本企業に就職するということは、そういうね何らかの形ですよ、その不買対象となった製品と関わっている可能性高いわけじゃないですかね。要するに日本企業というのはね、彼らがボイコットしようとしている日本の製品やサービスを提供している会社というわけですからね。日本企業から入ってくる製品はボイコットする、不買運動をするけれども、それを作っている会社と関連のあるところには就職するというこれおかしくないですか？ご都合主義ですよね、これね。私はね、韓国のこういう不買運動、不買運動に限らずね、政治運動の中にこういったね3つのもの、もう一回言いますと、冒涜主義、それから時代主義、それからご都合主義といったものをね、感じるんですよね。これはね、はっきり申し上げて韓国にとって決していいことではないと思いますよ。僕よく聞かれるんですけどね、哲也さんって韓国人嫌いなんでしょってよく聞かれるんですよ。僕はそんなことはありません。僕の付き合ってるというか知ってるね韓国人、同僚も学生も、それからビジネス上で知り合った人も含めてですね、悪い人一人もいませんでしたよ。みんなあったかくて優しくてね。だから韓国人自体にね直接知ってる人で嫌な思いしたことは全くないんです。ただこういうね、やっぱり報道で出てくるその姿を見るとね、ちょっとね考えた方がいいんじゃないかなということが結構多いのでね、少しね、外国からねこういうふうに見られているということも考えて、韓国の方には行動していただければなというふうに思っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。目覚めよ日本人、よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。